どうも雨上がり決済の宮迫です。さあ今日はですね、コメント欄等にも昔からずっとあるんですけども、私趣味というのがほとんどないんですけども、唯一と言っていいほど時計を集めるというか、昔からちょっと時計はいろいろ集めさせてもらってるんです。その中で時計紹介をしてくれと、いつもちょこちょこ服に合わせて毎回時計は変えてるんですけども、時計は何だったのかみたいなことがたくさんコメント欄にあったので、いつかご紹介をしようかなと思いまして、今回ちょっともう一部ですけども、ちょっと持ってきまして、紹介させていただきたいと思います。宮迫です。今日この場所ははい、以前川村隆一さんとお会いした。そうですね、クロノセオリーさんにちょっと場所をお借りしまして、やっぱ時計を紹介するにはやっぱ時計専門の場所で紹介する方がいいんじゃないかということで、このモニターの方も使わせていただいて、まず紹介するのは、そうですね、この時計はうん百万するみたいな高級時計ではないんですけども、本当にね質のいい優秀な時計なんです。そして美しいんです。まずこちら紹介させてください。ユンハンスという時計といえば、スイスのねイメージはあると思うんですけども、もちろん僕が持ってる時計、ほとんどスイス製の時計が多いんですけども、このドイツ時計なんです。ドイツ時計であまりにも美しくて、知り合いに紹介ユンハンスっていい時計あるよと。でも価格帯でいうともちろん10万以内のものも確かあったと思います。で高くても30万いかないぐらいの価格帯の時計なんです。ほんでちょっと調子乗ってた時期なんで、高級時計ばっかりに目をやってた僕に教えてもらって、これはもう機械としても抜群にいい機械なんです。このローターの周り、自動巻きのローターの周りもおそらく超一流の時計たちに引けを取らないというか、なんやったらユンハンスのそのローター自動巻きのローターが回るんですけど、ちょっと動くだけでシャー回るんですよ。むちゃくちゃ優秀な時計です。で何よりもこの風貌がねドーム型になったんですよ。ちょっと曲線になってますね。この風貌のこのドーム型の風貌が美しいんです。でやっぱすごい機械でユンハンスってマックス・ビルというねデザイナーの方がもうそういう有名なデザイナーの方が作られて、でもう機械とかもすごく優秀なもんですから、ニューヨーク近代美術館という場所でもう永遠に残しておくべきものだっていうので貯蔵されてるんですよ。美術館。はい、優秀だからこれは後世に残すべきものだということで永久保存されてるんですよ、このユンハンス。そこの売りもっとユンハンス側も言うた方がいいんですけどね。調べないと出てこないですけど、でそれぐらい優秀な時計なのに価格帯は非常にお買い得な価格帯という。僕はユンハンス3本ほどちょっと持たせていただいてるんですけど、あまりに気に入って、そうですね、唯一難点といえばやっぱり価格帯を下げるためにもあって、で風貌のその特殊なことしないと無理だと。本来高級時計ってサファイアクリスタルみたいなんで、すごく丈夫なこのケースのガラスは作ってるんですけど、ユンハンスに関してはプラスチックだったと思うんです、確か。なのでちょっと硬めのザラザラしたところにガリッてやると傷つきます。そこが唯一、その強度に関しては唯一そこがちょっと難点かなっていうこと以外に除いたらもう素晴らしい時計です。はい、気になってる方はぜひユンハンスさん見てあげてください。おしゃれで可愛いですね。そうなんです。さあ続きまして紹介するのはバシュロン・コンスタンタンという、世界三大時計の、一つのブランドなんですけども、その中で、私はもう本当に欲しくて買ったのがこのヒストリックアメリカン1921という時計なんですけども、これもともとよく見てください。このリューズね、時計のリューズがこの斜めについてるんです。でこのダイヤルの文字も全部斜めになってるんです。なぜかと言いますと、もともとこれが昔作られた時にドライバーさん向けのドライバーズウォッチなんです。要はハンドルを10時10分の位置にハンドルを持った時に
腕を返さずに時間が視認できるというなるほどためにこうわざとずらして作ってるんですよ。ドライバーズウォッチ。はい、ほんで今このバシュロンのなんかオリジナルですね、これ新しく作られたやつなんですけど、オリジナルのやつはなんかアメリカの牧師さんかなんかが2つ持ってたんですよ。ほでその牧師さんはドライバーズウォッチとしては買ってないです。なぜ牧師さんはこのヒストリークを買ったのかというと、説教をしてる時にちらっと時間が見れるからなんですよ。う。こう手をこう置いてる時にいちいちこう腕返すと時間気にしてるこの人ってバレるでしょ。なるほど。それが嫌でそれが嫌でこれを見た時にちょうど腕を返さずに時間が把握できると、すぐには視認できると、チラ見で視認ができる、時間見てるのもバレずにできるということで、2本ほど持ってたやつが綺麗な状態であったんで、今バシュロンの方に貯蔵されてるらしいんですよ。これもあまりにも僕欲しくて、当時出たんです。今また新しく作られてるんですけど、当時はそのヒトリカアメリカンを再解釈で作りますよって雑誌で見て欲しいと思ったらまあなかったんです。数が出回ってなかったので、どうしても欲しいと思ってたら神戸の、上根さんという上根さんかな、有名な時計屋さんなんですけど、1本だけあるっていう情報が入ったんです。でも僕東京じゃないです、東京にいたんですけども、どうしても欲しいと。で大阪で仕事があったんです。大阪の仕事で行くけど収録が終わるのがもう8時過ぎてしまうと、でも時計屋さんは閉まると、でもどうしても欲しかったんです僕。上根さんに時計屋さんに電話して「申し訳ございません」と「宮迫と申します、もし存じ上げていただいてたら光栄です」と「知っております」と「宮迫なんですけども大阪のお仕事で東京から行きます」と「ただ収録がどうしても8時を超えてしまいます、お店は閉まってますよね、ただこのヒストリークアメリカンという時計がもうたまらなく欲しいんです、それがこのお店にあるというのを聞いてどうしても欲しいんです、でもお店の開いてる時間を過ぎてしまうんですって言ったら「開けておきますよ」と「待っております、収録が遅うが我々待っております」って言って開けてくれてたんです。実際も収録をしたんですけども、もう収録飛び出してタクシー乗って神戸まで飛ばしていただいて、でもお待ちしておりました言って、もちろんお客さんがいませんからもう貸し切り状態です対応していただいて買わしていただいた、すごくもう思い入れのある大好きな時計です。むちゃくちゃ美しいんです。僕のも持ってる時計の中で美しいという意味では僕この子が一番美しいんではないかと、そのフォルム造形もうこれなんかオーラも何もかもっていうのを熱く語ったところ、マックス鈴木君がこれと同じものをですよね。購入しましたね、動画内で。それはまた遡って見てもらったらあると思いますけども、僕が買った時は200万円ぐらいだったんですかね、200万円ちょっとぐらいだったんですけど、今多分倍以上のお値段に今なっております。プレネがついてそれぐらい人気のある素晴らしい時計、大好きな時計です。はい、じゃあ次行きましょう。さあ続きまして、これもね僕すごく恋焦がれて買えた時計なんですけども、これタグホイヤーなんですね。タグホイヤーってなかなかある程度高級ではあるんですけども、そんなうん百万の時計があるというイメージはおそらくないと思うんですけども、こちらの時計結構します。というのももともと2004年ぐらいですかね、バーゼルワールドって時計もの市場みたいな、もう時計のお祭りみたいな時計紹介するもう世界ですごいバーゼルワールドってあるんですけども、その2004年ぐらいだったと思います。そこでコンセプト時計っていうのが各ブランド発表するんですね。こんな時計作りたいよね、後々作ってみたいよねみたいなコンセプト時計っていうのが発表されるんですね。コンセプトカーってあるでしょ。それと同じようにコンセプト時計として要は概念だけが発表されるんですよ。その時はこんなんいずれ作れたらいいなっていうので発表されたんです。それをちょうど僕ね発表されてからしばらく経って、僕がちょうどがんで入院してる時に雑誌いろいろ見てる中で見たんです。確か
もうこの見た目がもうすごいもう近未来というか、もうなんかすごくすごい。かっこよくて美しいんです。このやっぱり男は機械好きですから、このなんやこれと思ってそのコンセプトを見た時にむちゃくちゃ欲しいと思ったけど作れないやろうなって結構言われてたんですよ。時計好きの人だからこれ無理やろうと。というのも本来はこの歯車で時計って大体ね動くんですけど、これベルトで動くんですよ。わかります？もうよく見たら分かるんですけど、すごく細いベルトでこう回ってるんですよ。歯車じゃないんです。これはもう初の試みなんです。このベルトで時計を動かしたらすごい面白いんじゃないかで、そのコンセプトでやったんですけど、当初もう髪の毛よりも細いベルトですから、そのベルトが挟まる溝が掘れないというので当初諦められてた構想だったんですけども、NASA ですね、 NASA のレーザー技術かなんかでその細い溝掘れますせっていうことが判明しまして、ほんだらできますせ、作りましょうかって作ったんです。関西で生まれたんですか？それでもう NASA の技術で作れたんですよ。おそらく僕聞いた話で NASA のレーザー技術でその溝が掘れたからベルトをそこにはめ込むことができて、これがもう完成したんです。でも完成したっていうことはそこまで発表されて浸透はしてなかったんで、コンセプトのまま僕は覚えてたんですね。である時僕自分の時計を修理に出しに行った時に時計屋さんに帰りにタグホイヤーの前旗艦店ですかね、大村さんとかなんかのバーッと通ったらそのガラスケースの中にこれあったんですよ。ポンと。いやいや構想だけのもののはずで、しかも値段とか何も書いてないんですよ。ポンといくらかあったんですよ。どういうことやと。完成したと俺聞いてないよと。わし聞いてへんと。届いてないと。でもたまにあるんですよ。この側だけで中身が作れてないけど、いつか作れたらみたいなのでこの側だけを飾ってたりとかするブランドあったりするんですよ。それかなと思ってたんです。側だけなんかな。でも一応聞いてみようかなと思って店頭入って、前に置いてるのってあれ V4 ですよね。あれって言ったらお買いできますよ。あれ完成してんすか？はい。今日本に2本だけ入ってきてるって、もう大トーク事故をその人起こしちゃったよ。うわすごいダジャレになってると思って。でもほら限定とかさ、もう2つしかこの今日本にはないっていうので またこうゾワゾワっとするわけですよ。買えるんですか？買えます。マジですか？ちなみにおいくらなんですかってね、当時多分700万かなんか、今いろいろまた別の新しいモデルとかが安い500万ぐらいで出たりとかしてどんどん値は下がってると思うんですけど、当時はだって日本に2本しかないですからね。日本に2本。まあそれは悩んだ。むちゃくちゃ悩ましていただいて、ちょっともう頑張ってその時の自分の中貯金全部掘り込んで買わしていただいた V4 タグホイヤーモナコ V4。 モナコって英語のルマンっていうね、映画でできたこの四角いやつでね、そのコンセプトがルマンモナコっていうね。はい、これを買わせていただきまして、かっこいい。はい、ただ買って、2日目かな、大島優子さん、元 AKB の大島優子さん、ご結婚おめでとうございます。おめでとうございます。素晴らしいね。その大島優子ちゃんに買って2日目かなんかに「宮迫さん高そうな時計してるね、見して」ってたまたまみんなで仲間内で集まる、ね、飲み会があったんで「見して」ああいいよ」って、これもすごいええやつやってパッと見したら「へーってガーッ噛まれたんですよ。そこインサートで後で写して、いまだにその傷わざと残してんねん。大島優子に噛まれた傷っていう。マジですか？修理してないの。結婚された旦那さん、あの人の顎の力すごいですから傷がすげえ、はい、チタンのモデルに傷つけてガッシュって噛んで「何してんねん!」2日目やから、買って2日目やから「何してんねん!」言うて、俺女の人に暴力振ったことないですけど、
何してんねんって全然話さへんから何してんねんってデコパチンってやったからデコパーンってやったからパチンってようやく外れてガリに傷ついてすげえ。まあまあねそんなゆうこちゃんも結婚されておめでとうございます神セブンに V4 を噛まれたんですね。神セブンや神セブン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 言うてる場合ちゃうねんはいそんなモナコ V4 でございました。はい次行きましょう。はい。さあ、これ最後になります。最後、一番の思い出ですかね。こちらのこれも世界三大時計オーデマピゲ、オーデマピゲの、パーペチュアルカレンダー永久カレンダーのオールプラチナです。はいこれは先に値段言うときましょうか。今ちょっと値段上がったりとかしてるんで2000万ぐらいするんじゃないですかね。そんなするんですかこれ。おそらく今どの値段帯になってるか分かりませんけどちょっと値段は上がってると思いますなんですけどもこの時計に関しては僕がスキルス胃がんになって入院した時にまだその手術がうまくいくかどうか分からない状態の時にこれよくこの動画の中でも話させてもらってることなんですけどもそこでいろいろ後輩たちが僕は時計にはまってるからって言って時計雑誌をいっぱい、くれた中にあったんです。でもちろん値段がやっぱ当時から1000万超えてる、時計だったので買えるわけがないと買えるわけないなと思いながら嫁さこさんにちょっと冗談でなあもしがん助かったらこの時計買ってええかって言ったら全然買いもうそれで手術成功したら助かったって全然買ってくれていい買い絶対買いって言ってくれたんですよ。マジででも助かるかどうかわからんスキルス胃がんですからもし転移してたらおそらく無理なんじゃないかでもそこでまた希望が出てくるわけですよ。助かったらこれ買ってええねんやと思ってで実際手術も成功して大丈夫になったとでもう早い段階でリハビリ始めたんでそれはもちろん仕事に復帰早くしたいっていうのもあったけど何よりも早くこの時計買いに行きたいほんで売ってる場所を知っていたのですでに何度か僕がね会話してもらってた時計屋さんにもこれが存在することはもう分かってたんです。だからすぐに行きたいから思ってもうむっちゃくちゃ辛かったけどものすごいリハビリ頑張ってほんで店行ったんです。で社長さんがどういうことですかってねもちろんテレビでまだどうかって言ってる時にどういうことですかいや実はここでどうしてもこちらのお店で吉田時計なんですけど有名なとこなんですで買いたいんですっていうことを言ったらもうえらく感激していただいてこれを買うために頑張ったんですで買わしていただいて後にオーデマ・ピゲーさんが、その吉田時計さんと共同でやるっていうなんかパーティーに来ていただけませんかとでご招待していただいたんですよ。で初めてそのオーデマ・ピゲさんにご挨拶させていただいてでご挨拶させていただいてなんか最後にもうすごいホテルのとこでもちろん舞台があるとこでそのパーティーやってるんですけど最後の締めの挨拶してくれって言われていやもう勘弁してくださいって言いながら仕方がなくそこは、プライベートでしたけどさせていただいてその時にそのエピソードを喋らせていただいたらそのオーデマ・ピゲさんがもうえらく感動していただいてそんな素晴らしい思いで時計を我々の時計を買ってくれたお客さんがいるんだっていうことに感動してますって言ってご一緒に写真撮らせていただいてもうこれはもうね僕の中でも一生手放さない値段ってやっぱねもちろん下がるものもあるけど上がるものもあるんですけど上がる方の時計なんですけどどんだけ値段が上がろうが一生手放せない宝物でございます。そういった一品いつも口頭だけで喋ってて見たことはないと思うんですけど初めてちょっとね登場させてもらいましたよく見てください頑張らなあかんっていう気合入った過去のテレビの動画とか見てくださいしてますからはい、これやるぞってこれは決めるで絶対はめるでっていう時はこれつけてます。ヘソプリントとか
つけてるかパンイチじゃないかあれもちろんウィンウィンウィンの一発目つけてますかああ、そうなんですね。らはいはい、そういったすごく思い入れのある時計でございました。一つ一つにエピソードがあってやっぱりございますございます。なんかお金入った時計買おうという感覚では時計買ってございませんので、はい、一応思い入れがあって、購入させてもらっております。面白かった。はい、時計本当に一回ちょっとハマって調べてみてください。もう抜けられなくなるぐらい素晴らしいものなので、もし、興味のある方はいろいろね、クロノセオリーさんの方で雑誌とかもね出てたりもしますので、いろいろとちょっとね調べてみてください。はい、時計の世界は本当に奥が深い素晴らしいです。というわけで、宮迫の時計紹介でございました。ありがとうございました。それちなみにですけれども、ステンレスの値段が今2600超えてるので、推定価値多分4000近いと思う。言ってることは言ってる。それぐらいだと思います。マジっすか。世界のマーケットからプラチナだけ消えてます。あまりに希少なんですって。生産いやいや、最近の宣言。